浮気の基準についてで、浮気の基準についてと浮気された時のなんか反応っていうか、そういうのについて、うん、で、まあ今女同士のそういう関係をメインに話してるから、またちょっと混ざっちゃってるわ。まあ混ざってもまあいいよ、それはまあ文化の違いだったからいいんだけど、なんか女同士だと2人とも、まあ友達も恋人も同性じゃん、うん、だからなんかその関係がすごい曖昧になることもあるうん、じゃない。でもまあ韓国ってまあ恋人がまあだから男女とか女同士とか関係なしに恋人がいるのに、こう他のその異性として見れる相手とちょっと友達以上のこう会話をする、だから性的なそういうのだけじゃなくてすごいもう親密な感じで、なんかもうデートっぽいことなんかしたり行ったり、そういうのがあるか、まあ2人でなんかこうこっそり会うとか、まあとにかくもう現在のなんかもう彼女に言えない関係を作ってしまったらもう浮気って思うのが多分大体かな。まあ中に、世界基準、うん、一応。まあ中には多分もうちょっと緩い人もいると思うけど、まあ体の関係なければ、まあ結婚してなんかもう10年20年経ってる人はまあ体の関係なければまあまだマシっていう人もいるかもしれないけど、まあでも韓国の文化、まあこっちもそうなんだけど、英語圏も私はそう聞いてるんだけど、こうなんていうの、心理的な浮気の方がやっぱりこう体の肉体的な浮気になる可能性が高くなるじゃん、だからまあそれも浮気だし、逆にこう心の浮気がもっと悪いっていう意見が多い。だからもう体だけの浮気、例えばもう旦那が風俗行ったとか、なんかもう興味本位で他の人とやったとかだったら、まあでも所詮一回きりの関係でしょって感じだけど、やっぱり心がなんか移ってしまったらもう終わりだから、そういう精神的な浮気がもっと悪いっていう人も多いから、浮気のハードルがすごいもう日本と比べたら、あれかな、厳しいのかなって。まあでも日本も同じこと言う。なんか浮気はいいけど本気はダメとかあるよ。でも体の関係知っちゃったら浮気。でもなんか結構、まあ異性愛者だとなんかお嫁さん公認で旦那が風俗行ったりとか全然あるし、まあ浮気でしょでも。でもまあ多分それを嫁とかは浮気って思ってない、浮気に入れてないし、まあ男だしって感じで振って行かせてるから、まあそうなんじゃない。まあ多分一般人の女と本気になるよりはっていう感覚。はあ。何が浮気じゃ。でもなんかそれは人によっていろいろ聞くけど、なんかまあ多分どうだろう、まあ異性愛者とか同性愛者とかっていうのちょっとわかんないけど、なんか異性愛者の友達の方が多いから、やっぱり男ってもっと浮気するみたいなイメージだし、でも結構まあなんか相手がまあ風俗嬢だったらまだみたいな、まあ浮気にカウントしない人も意外といると思う。なんか普通に一般の人と恋愛して本気になるよりは。だから体の関係自体をまず浮気って思ってない、認識してない人も多い。じゃあ体の関係がなくてちょっとこう精神的な浮気になったのは浮気じゃないの？それが浮気？どうなんだろう。なんかそこで止まってる人を見たことがないからまあまあそうなんだけど、でもなんかあるじゃん、なんかこう彼氏がこう付き合ってて、まあ、相手とまあ発展する前にまあバレてこう修羅場になるけど、まあ、とりあえず他の女とも連絡してるから、こう浮気じゃないそういうのあるじゃん。だから体の関係が浮気じゃなかったらもう浮気成り立たなくない？もう全て。でもまあ一番すごい前の女友達だったらなんかまあ本人が浮気してたけど、あれ言ったじゃん、なんか心を上げてなければ体を上げても浮気じゃないみたいな人もいたし、
よくわからない永遠に浮気成り立た浮気が存在しない文化じゃん。じゃあそしたら日本って。どうなんだろうね。まあ存在はするんだけど、多分浮気っていう行為がまあ結構軽いもの。まあだってまあなんか一回浮気されたぐらいでそんな泣いてるようじゃいい女じゃないみたいなのも多分まだ残ってるし、ちょっとなんか何が浮気なのってなんか、じゃあ女が一緒に浮気するの OK なのかな、よくわかんない。なんかだから浮気のそのボーダーラインちょっとあんまり。あとなんかあれもあるよね、サイトで見ただけど、やっぱりもう既婚ビアンってさ、既婚ビアンなのに彼女を募集する時点でまあ浮気っちゃ浮気じゃない、一応。なんだけどなんか例えばバイとかでさ、彼氏いるけど彼女を募集しますっていうのがあって、でなんか浮気する相手が同性だったら浮気じゃないみたいな考え方もなんかある。まあ多いと思うし、はだってまあ普通に考えてさおじさんがさキャバクラとか行ってもうすごいセクハラしてるのをさ、浮気って呼ぶ人が少ないから、で風俗行っても浮気じゃないってなったらやっぱり、私の中であくまで思うのは、風俗嬢でもキャバ嬢でもない、一般の女性と普通に知り合って、恋に落ちてしまってそういう関係になってそれを継続したら初めて浮気だってなるんじゃないっていう。ついていけない。なんかワンナイトってちょっとやっぱ浮気っていうか難しい。ついていけない。でも前さ、なんか YouTube である人がこう日本の YouTuber がこうアンケート取ってて、恋人の浮気許せるか許せないかみたいなの取ってたら、もう過半数以上がなんか許せないって言ってたんだけど、なんかそんなんだったらなんかもうその人たち今どこにいるのって感じ。なんかその許せないっていう人たちどこなんだろうなって。なんかその許せないのさ基準にもよるんじゃない？例えば、もう浮気してるって聞いたら即別れるっていう人もいるし、もうちょっとプンプンで終わる人もいる終わらないだからなん終わらかない。厳密にそのアンケートって傷思うんだけど、浮気されたら機嫌悪くなりますかなりませんかっていう質問じゃない、要は。そういう感じかな。で許す許せないの基準も違うんじゃない、日本と世界は。私はそう思うけど。なんか前さあれあったのよ。やっぱり日本ってまあ韓国も浮気する人はもちろんいる、世界どこにもいるけど、日本ってもうちょっとこう多いじゃない。まあ日常的だし、こう割合的に多いじゃない。まあうちの親もあれだったし、なんかこうよその他人の、よそ様の家の話とかするときに、なんかあそこの家はなんか旦那さんの1回の浮気が許せなくて離婚しちゃったよねみたいな、要はその言葉を変えると、1回の浮気だと家庭は壊れないよって言ってるのと、結構まあ親戚もまあ家族も結構そういう環境で育ってるから、なんかちょっと浮気の基準が何って言われてもやっぱ許せる許せないって言われてもなんか結構日常的だしピンと、まあ結構もうあれだもんな。なんか前さとみと付き合った後かな、結構前なんだけど、その時にまあ私がなんかさとみとこうデートしたそういう日記とかなんか書いてたりして、でそれでなんかもう自分も日本人の彼女作りたいって、まあそれもちょっとどうかと思うけど、まあ日本人の彼女作りたいからっつって、でなんか私にまあ相談じゃないけどなんか自分のこと書いてた人がいて、で私がその時にまあだって見てるじゃん、もう日本の女の恋愛の、まあ日本の女っていうか日本人の恋愛の価値観と韓国の価値観って違うのあるから、まあその人をすごいもう引き止めて、ちょっと日本の人だと恋愛の価値観結構違うと思いますよみたいな。まあ私はなんかもう自分かもまあ私もまあ日本の女性と付き合ってるけど、まあさとみと付き合っててもまあやっぱり文化の違いとかいろいろあったし、
まあでもさとみはちょっとまあ特別なところがあったからまあなんとか付き合ってるけど、でも普通は結構違いますよって一応止めたんだけどね。でもなんかその人がなんかクラブに遊びに行ったかなみたいな感じで、それでなんかすごいもういい女となんかこう知り合えたから、でその女と多分うまくこうやってみたいみたいな感じで言ってたんだけど、でまあ一応私は止めて、でそしたら私はもう止めるからその人も私のブログ来なくなるじゃん。で来なかったんだけど、なんか1週2週後かなに久しぶりに来て、なんかやっぱりもう止めるのを聞けばよかったですみたいな。でその女となんかちょっといい感じにまでなったのに、その後に言われたのが実は結婚しててって言われましたみたいなって感じで、なんかそれですごいもうショック受けた感じで書いてて、そっからもう一生私のブログ来なくなったんだよね多分。だから多分相当ショックだったのかなって。まあ既婚、まあ同性愛者でも異性愛者でもまあよくあるよね、そういうの。なんで結婚するのかな。結構不倫相手と家族ぐるみで遊びにボーリング行ったりした人の話も私は職場で聞いたことあるし。どういうこと？ボーリング。職場の人の、まあ身内家族が不倫してて、その不倫相手の男と自分と、その家族でなんか3人でボーリング遊びに行ったとか、なんかそういう話もまあ聞いたことあるから。それ相手は知ってる？相手ってこう不倫された側？された人、それは分かんない。私面識ないし、えぐい。不倫相手の話も私は知らないけど。マジか。その家族同士しか私は知らないから。おもてなし。まあ別にでもそれ国内で起きてることだからおもてなしとかじゃないけど。へえ。いや結構、まあ思い出すといろいろあるし、あとまあ例えば自分が今現在なんかやっぱ価値観が違うと思うのは、その当事者たちが浮気するとかしてないっていうのはまず置いといて、例えば、自分の友達と出かけて実は浮気してるんだよねとか、自分のパートナーじゃない全く違う女とか男の浮気相手の話とかされても普通に聞いてるし、友達同士で、だからなんだろう、それおかしいとかつって本気で怒る人もいない。言うとしても結構やんわりそれダメだよみたいな感じ。だからなんか自分の友達浮気してるからもうありえないとか縁切るとかショックっていう人はなんかそんなに見ないかなって、それが自分の家族だとしても。でも例えばまあ私も話聞いてて、まあそれがまあ浮気とかいろいろ日常になってるとしても、私が例えば友達に、もしパートナーがまあ異性愛者が多いから彼氏が浮気してたらどうするって聞いた時に、別れるっていう人意外といないなっては思う。まずこう一番治安がいい反応が、まあ自分も浮気したことあるしまあされてもしょうがないよねっていうのと、まあ絶対嫌だっていう人、あとまあいや自分の彼氏そんなことできるタイプじゃないからっていう。それって自分は浮気したことあるのに絶対嫌だってこと？それとも浮気してないから絶対嫌だ？現在進行形でその子が浮気してるとしても旦那は嫌だ、浮気しちゃダメ。あと自分の彼氏は、まあ絶対浮気できるタイプじゃないっていうのは、見下してる？まあ見下してるように聞こう。もう自分以外の女はその人無理だからっていう感じに私は、まあそれが多分プライドが高すぎてそうやって言ってる。浮気されてさ、こう傷つくことないのかな、日本の人。ちょっとわかんない。だって普通自分が傷つくんだったら人にもしないじゃない。だからそれかもう愛を知らない、愛をしたことない、ちゃんとした愛をしたことがない。何なんだろう。どうだろう、なんか浮気がない世界っていうのがないのかなっていうのはある。結局その普通に治安がいい回答も自分が浮気してるから仕方ない、まあされ
まあなんか今付き合ってる人にしたんじゃなくて過去の恋人に対して浮気したことあるから、今の人に浮気されてもまあ自分がしてきた報いだからって感じで言ってる人がまあ一番筋は通ってる。まあ確かに浮気しない人少ない。恋愛の回数がそれなりに多くって、浮気したことない、されたことがないっていう人あんまり、私は25年間日本で生きててないかな。まあ私の元カノもまあ浮気したからね。うんまだまして。最後はカムをした時のまあ人のリアクションの差っていうか、まあ、一番多く言われたことで、韓国から言うと、まあこれも何とも言えないんだけど、私も韓国出てもう十何年経ってるじゃん。だからもう当時の韓国と今の韓国が違いすぎ、結構まあ変わってるっちゃ変わってるから分かんないんだけど、当時は韓国ですごいもう有名なゲイの芸能人がいて、その人がカムしてもうすごい相当長い間番組にも出れなかった、放送に出れなかったんだけど、まあ、その時代だったから、まあ、それが話題になって、まあゲイっていう存在がまあ知られて、まあ私はそういう差別とかも昔からなかったじゃん。だからそれって、そんなに何みたいな感じだったんだけど、なんかすごいもう話聞いたら、まあ女子中とか女子高に来て、私女子中ではなかったんだけど、女子高だったじゃん。で、女子高なのになんか髪の毛がこう短い。まあその時も校則自体は髪の毛を短く切らなきゃいけなかったんだけど、それでもまあさらにショートにする人だともうレズなんじゃないかっつって、なんかもう番組からこうインタビューが来るぐらい、なんかこう学校の前でもう生徒たちこう引き止めて、でなんかもうレズですかみたいな感じでインタビューされたことも人権ないね。そうであったぐらいに、なんかすごいもうひどかったの。だからまあ私もまあその時当時の仲良かった子にもうアウティングされて大変だったって言ったじゃん。だからそういうこともあったから、なんかどうなんだろう、どっちかっつったらこうまあゲイとかレズとか言ったらこう社会からこう見捨てられるっていうか、そういう壁をすごい置かれて、まあ嫌悪感をもっとこう出される感じで、まあ今は海外とか、あとは、まあ、海外にいる韓国人とか、あとはもうブログで知り合ったそういう人、韓国人としかまあ接してないから何とも言えないんだけど、まあ今は、まあ女だったら私がまあレズだよって言ってもそんなにまあ気にしない。まあ男だったら、まあレズっつったらやっぱりまだ差別する人が多いイメージかな。韓国だと、韓国だとそんな感じ。日本はどまず、カミングアウトまず一番多く言われるのが、まあ、私見た目が女してないし、当時もう少しこうなんだろうね、なんか見た目もちょっとロックな感じで髪も短い感じだったから、なんか違和感ないねみたいな、やっぱりねみたいな。いや多分だからそういう意味でちょっと違うと思うね。そうだねそうだね。なんか違和感ないみたいなのがまず結構最初に来るし、そもそも気づいてた人が多いっていうのがあって、やっぱいるんだよね。まあでもいてくれてありがとうみたいな、まああと言うの大変だったでしょうみたいな人、まあでもそれは大体女性の反応で、男でカミングアウトするぐらい、まあアジアでまあカミングアウトするぐらい仲が割と親密な関係で、男ってなると気にせず口説いてくる。それはある。それはもうどこの国の男もそう。なんかだから同性愛っていうなんか概念がないのかも、話聞いてなかったのかなってぐらい気にせず口説いてくる。多分もう男は女が男なしで生きていけるっていうのを認めようとしないんだよね。あと内心絶対、これ前の職場の雇い主にも言われたけど、日本でもったいないって言われる。
それは私が前載せた動画にもある。もったいないとか、あとはもう、いい男に出会ったことがないからでしょっていう、なんか根拠のない、だからそういうことを言う本人もいい男じゃないじゃんって感じだけどね。何の自信感があるのか分かんないけど、そういうのあるね。あと、なんかレズってはっきり言ってんのに、どっちもいけるんだみたいな。だからレズだってレズだってそうね。でもそれってさ、こうなんだろう、女だったらじゃあこうレズってカムしてこう態度が変わるとか特にないの？態度が変わるはあんまりないかな、覚えてないけど、でもちょっと前半でも話したけど、なんか職場とかでもさ、自分に対しての態度と他のスタッフに対しての態度ってやっぱ違うの分かるじゃん。なんか、なんだろう、相手ストレートなのにカミングアウトしても私がレズって知ってからなんかちょっとなんか女した感じで来る人とかはまあバイなのかね、そういう人って。だから言ったけど雑食だと思う。そうなのそうね、言ったね。あと本当に気にしない女もいて、普通に彼女元気って言ってくる。なんか彼女の話聞いてきたりとかなんかっていう本当に気にしない人もいるし、女ではまあそんな感じかな。そんなになんかまあ一人いたけど、なんかちょっとカミングアウトしたら気まずくなっちゃった子。だから一旦疎遠になった人とかまあそれもなんか不思議だよね。だって別にレズだからってさ、全ての女にそうやってなんか好意を抱くような感じじゃないんだけどね。間違ってもそういう勘違いする相手が対象にはならないじゃん。あと逆に言えば、ビアンだと思ってたけど、最終的に彼氏作って、なんか男と結婚した女友達もいるんだけど、なんかその子が別にその子と全然付き合ってるとかじゃないのに、なんか自分が裏切り者だみたいな感じで言ってくる人もいるから、いるね。別にもう付き合ったわけじゃないから別にもう誰と結婚しようが関係ない。レズっていう業界に身を置きながら、なんか男と付き合った裏切り者だみたいな。韓国もなぜかなんかこう知り合いがなんかもうレズだったのに、韓国って余計社会的なそういうプレッシャーがひどいじゃん。だから大体20前半までのビアンは結構いるのに、やっぱり30代のビアンなかなかもういないのね。で大体30代になっても結婚しなきゃいけないって感じになって、家族でのプレッシャーとかあるじゃん。だからなんかビアンだったけどもう30代になったらもう男と結婚しちゃうとかあるんだけど、なんかそれでなんか結構こうそのサイトとかで知り合いがなんかそれでどうのこうのでなんかもう裏切ってどうのこうのみたいな感じですごい悪口書いたりする人もいるから、なんかそれが何なんだろうなってちょっと不思議に思う。なんかその掟みたいなのもよくわかんないけど、私はでもその子に関してはその男に走ったことよりも、その旦那になんか自分が過去に付き合ってた人が女性じゃなくて彼氏っていう風にこう偽って結婚したっていう方が私はもっと気になったわな。そっか。なんかその子がやっぱ女の子っぽいからやっぱり彼氏にちょっと置き換えるのが簡単だったね。でもそれってさどうなんだろうね。私はそっちの方が気になる。なんか全部普通に話して結婚するんだったら、それ元カノにも失礼かもだけど、今の旦那ってそんな変わるのかな。前付き合ってたのが男だったとか女だったとか、そんなに変わるのかな。よくわかんないな。なんかその子曰く旦那、その今の旦那さんは、同じ同性の男にちょっと迫られて、なんかちょっとそういう同性愛者に、なんか同性愛者同士でもさ、いくらで買おうとするとかやっぱある。なんか男の方が気に入った男がストレートだとしても、本当は女の人が好きだけど、寝たいってなったら買おうとしたりとか。買うって風俗みたいに？私のこれ言っていいのか分かんないけど、私の元彼も男の人に好かれてて、で5万でどうって言われたっつって。そんなにゲイ多いの？日本も。
まあレズよりはゲイの方がオープンなイメージではあるけど、まあまあオープンではある、確かに。何がすごいってその元彼を5万で買おうとした人も彼氏がいたんだよね。男って遠慮しない遠慮しないね。よね。まあ女でもうん。まあ買おうとするとかあるかもしれないけど、まあだってもう日本だとあれじゃん、レズ専用の風俗があるの見たから、まあでも男も結構露骨に迫るのかなって、やっぱそういう話聞いてたら。まあでもまああれだよね、やっぱり他の国もそうだけど、なんか日本って特にこうレズビアンとしてはちょっと生きてて大変な面もあるけど、なんかゲイだともうちょっとレズと比べたら楽な気はする。オープンな感じが。だってもうオカマとかゲイとか普通になんか放送に出るじゃん。メディアに。そうそう、メディアに普通に出て、なんかそれをキャラクターとして売ったりするんだけど、なんか女ってさ、こうどっちかって言ったらまあバイですとはカムするけど、絶対レズとは言わないじゃない。もう男無理ですみたいな人あんまりいないのがちょっと残念だよね。なんかまあ女性の人権の問題だよね、それは。レズっていうかもう、まあ女性の人権が低いってことはレズの人権が低いのもまあ同じことだから、結局はまあね、同性愛者の問題じゃないね。そうだね。あ、もう1時間半ぐらいになっちゃった。で、今日はここで切り上げて、また次なんかいろいろ話題とか話したいこととかがあれば、あんまり話面白い方じゃないけど見てくださってありがとうございました。혹시라도 또 궁금하신 점이 있으면 언제든 코멘트나 아니면 메일로 의견 남겨주세요. 안녕.